こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今回はトウモロコシで恋を釣る方法について解説していくのだ。あら、前回の動画でもトウモロコシについて解説してなかったかしら。メタンちゃん、甘いのだ。たった一度では有効性を検証できたとは言えないのだ。そういえば、前回の動画でも爆釣する時もあるって断定してなかったわね。そうなのだ。今回の動画では改めてトウモロコシを使った具体的な釣り方と検証をやっていくのだ。というわけで、この動画を見てもらえれば、初心者でもトウモロコシを使って鯉を釣る方法やカープフィッシングの基本も理解できると思うのだ。このチャンネルでは滝太郎、中の人と愉快な仲間たちをたまにいじりながら鯉釣り、ヘラブナ釣りを中心とした動画を配信していくので、チャンネル登録してもらえると嬉しいわ。それでは本編スタートです。さて、まず解説なのだ。なぜトウモロコシが鯉釣りの餌として優れているのかメタンちゃんは知ってるのだ。そういえば、なぜかしら。鯉釣りには他にもいろんな餌があるものね。トウモロコシが特別に優れている理由は知らないわ。それではトウモロコシが鯉釣りに有効な理由を5個説明していくのだ。1個目は水中で目立つからなのだ。鯉釣りは基本的にそこに餌を固定して釣る釣りなのだ。そうね、だから重りをつけて流されないようにしているわ。そうなった時、トウモロコシの色はとても目立つのだ。確かに、あそこまで鮮やかな色は自然界にあまりないわ。2個目は食い控えが少ない点なのだ。特に日本でボイリーを使う場合だと顕著なんだけど、ポイントによっては餌と認識していない時があるのだ。その場合、釣果を得られるまでに時間がかかることがあるのだ。鯉は通常そこに落ちているものをよく観察して餌と認識すれば食べ始めるんだけど、海外、特にアメリカの事例を見ると、トウモロコシの場合はこれまで釣り人の餌をほとんど見たことがなかった鯉からもすぐに反応を得られることが分かっているのだ。3個目はトウモロコシはお腹に優しいからなのだ。お腹？どういうことかしら。トウモロコシはとっても柔らかくて鯉も簡単に消化してしまうのだ。でもトウモロコシを食べても栄養を全て摂取することはできないのだ。トウモロコシは魚の消化器官を非常に早く通過するので、魚に餌を与えすぎるという心配が少ないのだ。逆に日本の鯉釣りやヘラブナ釣りで使われるグルテン系の餌はお腹にたまるらしいのだ。グルテン系。簡単言うと小麦粉なのだ。確かに、人間に考えてみても粉物はお腹にたまるわね。4個目は匂いが強いからなのだ。特に缶詰のトウモロコシを使う場合、トウモロコシのエキスがたっぷりの汁に使っていると思うのだ。トウモロコシ単体で使用するのも良いけれど、植物性の餌とブレンドすることでトウモロコシの甘い匂いが際立ち、集魚効果もアップするのだ。この辺りは2個目に紹介した食い控えが少ないにもつながっているのかもしれないわね。5個目、最後はトウモロコシは安くてどこでも手に入るからなのだ。多くの釣り人におすすめしたいのはこの理由も大きいのだ。ほとんどのスーパーやコンビニでも手軽に購入できるのだ。缶の場合だと長期間保存できるのも良いのだ。次にトウモロコシを餌に使うための仕掛けを紹介するのだ。用意するものはヘアリグ、ニードル、ストッパーツール。場合によってはイミテーションコーンが必要なのだ。イミテーションコーン。簡単に言うと偽物なのだ。トウモロコシがそのまま使えるのがベストだけど、季節や場所によってはカメやザリガニ何かに食べられてしまうので念のための準備なのだ。ヘアリグは自分で用意しても良いけれど、特にこれから始めたい人はとりあえずは既製品を購入するのが楽なのだ。ニードルは3本セットで1000円くらいなのだ。ヘアリグにつけるときに必要になるのだ。ストッパーツールは今回紹介したヘアリグについているけど、僕は爪楊枝の絵を折って使っているのだ。ちなみに今回使用した道具はすべて Amazon から購入できるので URL を概要欄に載せておくわ。それでは実際にトウモロコシをヘアリグにつけていくのだ。まずニードルにコーンを刺すのだ。次にヘアリグの輪っかになっているところにニードルの先端を引っ掛けるのだ。そしてヘアリグのたらしの部分にトウモロコシを通すのだ。最後にこのままだと餌が取れちゃうのでストッパーをつけて完成なのだ。次に寄せ餌の準備なのだ。
ヘアリグにつけたトウモロコシだけでは集魚力が弱いため TVA に入れる餌を準備するのだ。 TVA は簡単に言うと水に溶ける袋なのだ。魚の分散を避ける予生餌と針の位置は基本的に近い方が良いのだ。カークフィッシングは遠投することも多い釣りなのだ。その時予生餌を針の位置まで正確に投げるのは難しいので TVA を使って針と同時に投げるのだ。予生餌なんだけど正直釣り人の数だけレシピがあるし日によって変えているのだ。あくまで一例として見てほしいのだ。用意するものは恋無双、恋心、もしくは団子の底釣り、食パン、そしてトウモロコシなのだ。ベースはマルキュー産の恋無双なのだ。恋無双を 100cc5 杯に対し恋心もしくは団子の底釣りを1杯。これは団子にした時まとめやすくするために入れているのだ。次にトウモロコシを適量缶の3分の1程度ぐらいを入れるのだ。そして6枚切りの食パンを1枚程度を小さくハサミで刻んで入れているのだ。水を入れる前に軽くかき混ぜたら水を 100cc を2杯入れて混ぜるのだ。基本は餌袋の後ろに書いてある水の分量に従ってほしいのだ。ある程度混ざってきたらテニスボールぐらいの大きさの団子にしていくのだ。あとは TVA に入れてヘアリグにつければ完成なのだ。ちなみに象やリール、重り、糸の指定はあるのかしら？ここに関しては話し出すと動画がかなり長くなってしまうのだ。取り急ぎ特に重要な重りと糸のところだけ解説するのだ。東京の川で鯉釣りをする場合は20号、50号ぐらいの重さを用意しておくと大体大丈夫かと思うのだ。すごくざっくり言うと流されなければ OK なのだ。糸はナイロンだと5、6号以上は欲しいのだ。餌を投入するポイントの選び方はあるのかしら？ここも語り出すと長くなるんだけどポイントは変化があるところなのだ。川だとカーブの内側や外側や橋脚など障害物があるところなのだ。またゴミが溜まりやすいエチや杭なんかも鯉が餌を食紅に回遊してきやすいのだ。厳密にやるとすれば滝太郎がやってるみたいにリーパーなど魚群探知機で地形を探ったりするのだ。これは初心者には難しそうね。なのでまずは目で見てわかるところに餌をセットすると良いと思うのだ。もろもろの説明が終わったのでいよいよ実況なのだ。あら、ここは5万円持っていかれたところなのだ。なぜここに？トウモロコシで鯉釣りをするにあたって検証場所としても慣れたポイントの方が良いかと考えたのだ。ここはボイリーでも実績のある場所なのだ。そして慣れたポイントだからこそ潮目から見ても辺りが回ってくるタイミングがなんとなく読めるのだ。というかなぜ浮き釣りもやってるの？これは別企画の検証も同時にやってるのだ。社畜 YouTuber にとって1回の兆候はとても貴重なのだ。そしてこの服装だいぶ前ね。この動画が配信されているのはおそらく夏の終わり頃よ。ふふふ、実は今回の検証は長期スパンで言っているのだ。寒さが残る3月、4月頃、前回上げた動画の5月頃、一番釣りやすい頃、この動画の後半では8月頃、真夏の3パターンで検証しているのだ。この時は3月後半、4月初旬頃で水温が上がり始めた頃なのだ。ちなみに今回は対岸のエッジに仕掛けようとしたのだ。ナイスキャストなのだ。壁のキワキワに落とせたわね。水温は15度ぐらいなのだ。というわけで検証スタートなのだ。ヒットしたわ。トウモロコシ好調なのだ。やはりこのポイントは下げの時間が暑いのだ。魚がいたらすぐ釣れるの？野生の鯉だとそれはほぼありえないのだ。確率を上げるためには魚が回ってくる2時間ぐらい前には餌をセットして待ちたいのだ。まず1匹目ね。鯉も十分餌を食べるようになっているみたい。サイズはぼちぼちだけど綺麗な鯉なのだ。2時間後にさらにもう1本追加ね。ヒットはしたけどまだわからないのだ。下げの時間で水深が1メートルと少しぐらいしかないからサイズはそこそこでも引きがえげつないのだ。
待て待て。わかったわかった。この日の釣果はどんな感じだったのかしら。朝から昼過ぎの約5時間の長考で当たりが2回、釣り上げたのは2本なのだ。サイズは68と65なのだ。竿も1本しか出してなかったので良い釣果と言って良いのだ。この日は浮き釣りでも2本上げていることを考えると余裕で合格点なのだ。次に前回の動画での検証をおさらいするのだ。水温は21度で午前中から昼過ぎの3時間の長考で当たりが3回、釣り上げたのは2本なのだ。サイズは70と87。そして今回最後の検証なのだ。場所は前の2カ所より下流の場所なのだ。タイミング的には9月初旬で、まだまだ暑い日が続くのだ。この日は揚げ潮の時間に回遊してくる魚を狙うのだ。水温は31度。暑いわね。これは魚の活性も落ちているんじゃないかしら。そうかもしれないのだ。夏はもしかしたら冬以上に釣るのが難しいかもしれないのだ。時間は15時スタートで19時ぐらいまでで、夕間詰めで少しでも活性が上がった魚を狙うのだ。そしてキーパーで地形を探るのだ。川の中腹、奥側が 2.2 メートルぐらい、手前側が 1.4 メートルぐらい水深があるわね。今回はどの辺りに仕掛けを落とすのかしら。今回は竿を2本用意したので1本は奥側の若干深くなっている手前、岸から10メートル程度のところと、手前の足の草際に落としたのだ。セット完了ね。魚が来るまで待つのだ。もう来たわ。時間はセットしてから30分くらいね。反応抜群なのだ。さらにもう1本の竿にも来たのだ。ダブルヒットね。とりあえず1本目の魚を釣り上げたわ。落ち着いて針を外して2本目とファイトなのだ。あら、でもこれは外れてしまったようね。糸を出されまくって障害物に巻かれて切られたのだ。1本目を取り込んでいたから仕方ないのだ。またヒットしたわ。絶好調なのだ。惜しい。外れてしまったのだ。あら、もう1本に当たってるわ。まだ前回のヒットから3分しか経ってないのだ。今度はばらさないように。さっき釣り上げた魚より明らかにでかいのだ。魚が少しずつ浮いてきたわ。今度はきっちり上げられたわね。このアングルから見るとかなり魚が大きく見えるのだ。そうね。とはいえ川で釣れる魚の中では鯉はかなり大きい方よ。サイズは80、まずまずね。というわけで今回も遊んでくれた魚にお礼を言ってリリースするのだ。お疲れ様。そしてその後も
も良い力してるのだ。ドラグもボリボリ出ていってるものね。また奥の杭に回られたらまずいのだ。これもバレちゃったわね。あたりはあるけれどフッキング率が安定しないわ。これは完全に魚の方が上手だったのだ。最後の場所でも検証終了なのだ。約4時間の長考であたり5本で釣れた魚は2本なのだ。サイズは60と80。すごかったわね。頑張ったのだ。3カ所で釣りをした結果がこんな感じなのだ。あたりの数は10、釣り上げた数は6匹、長考時間は合計で11時間ね。大潮と中潮で釣りをして水温にも幅があるのだ。場所は滝太郎のメインフィールドが東京なので中流下流なのだ。季節も場所もバラバラで釣りをして、この結果は素晴らしいわ。結論、ボイリーの代わりにコーンをつけてカークフィッシングをすると爆釣するなのだ。これは文句なしね。ここまで見てくれた人お疲れ様なのだ。初心者の人でここまで見てくれて興味を持ってくれた人がいたらトウモロコシを使った鯉釣りにぜひチャレンジしてみてほしいわ。きっとハマると思うのだ。都会の真ん中でも手軽に大物との釣り非日常が味わえるのだ。もしわからないことがあったらコメント欄で質問してくれると嬉しいわ。今回使用した道具は Amazon のリンクを載せておくので困ったら参考にしてほしいのだ。さてこんな感じで今後も釣り動画をアップしていくので面白いと思ってくれた人は高評価チャンネル登録よろしくお願いしますなのだ。質問以外でも動画への感想コメントもお待ちしております。それじゃあバイバイ。